緊張するな。やっぱり女性は長い番手持たされて、いつも平らならいいけど、傾斜とかあったら難しいですよね。難しいです。全くボールの位置とかもわかんないし、ボールの位置もわかんない。そもそも何も分かってで、ない。ボールの位置どうやって決めてるんですか？その雰囲気雰囲気。でもコースに出たら本当にもう大体失敗してます。わかりました。まずコースに行きます。ラウンド中にね。はい。で歩いてきました。うん、で、番手こう決めました。はい。ただ、横で素振りします。横で。はい、そこで素振りして地面削ります。そう。で、今これマットだから後つかないですけど、はい、今ね、この辺りに落ちたんですよ。ちょっと右目のこの辺りね。あれ落ちた、どこでもいいんです、落ちた場所は。正しい場所とかではなくて、そのボールの近くのライで地面削れたところを見とくんですよ。跡がつくじゃないですか。はい、削って、はい。今ここだったんですね。ちょっとここに構えてみて。ここ？跡がそう、ここについたんですよ。だから今跡がついたのはここ。ってことは、球がここにあったら当たったってことですよね。で、この位置を覚えておいて、距離とか場所を。はい。はい、じゃあこの球をここに来るようにちょっとセットしてください。自分が歩いてって。この辺りですね。もっと右じゃなかった？こんなん？はい。距離もね。で、さっきと同じ素振りのつもりで打ちます。すごいな。さっき。これをコースでやります。この辺りだった。はい、この辺りが。だから自分が構えやすい場所じゃないってことです。素振りして、クラブが通った場所。はい。はい。めっちゃでもなんか真ん中だな。OK。これは傾斜があったりね、前上がりとか前下がりとか、球近くかな遠くかなとか、すぐ横は同じ傾斜なんで、そこで振って、クラブが触ったところにセットすれば当たるじゃないですか。その時の雰囲気でやる必要もないし。質問していいですか？はい。素振りをね、するんです、何回か。はい。3回したとしたら3回とも違うとこを吸ったりするんですよ。はい。その場合どうしたらいいですか？まあその中で自分が気持ちよく振れたなって思う位置でいいんじゃないですか。なるほど。じゃあ1回で私絶対バラバラだから1回では決めない方がいいってことですか？どうだろう。大体球ちょっと近めだなとか、ちょっと右目だなとか左目だなってね、多分分かります。なんとなくそのあたりで大丈夫。自分がここで決め打ちしてやるよりも確率は高いです。はい。この球をね、あっちに打つとします。はい。つま先下がりだとしますね。便宜上。ちょっと構えてみて。入ってるから。入ってるね。これも。はい、今、つま先下がり。で、今、構えやすく構えました。ちょっとじゃあ、ボールとつま先までの距離を大体測りますよ。グリップエンドがボールで、ここは。はい、じゃあこっち戻って。はい。構えた時に、はい。これ今、つま先と、この距離でいくと、ここになるんですね。めちゃくちゃ近くないですか？めっちゃ近いです。めっちゃ近いですよね。つま先下がりって球がすごい近くなるんですよ、勝手に。構えやすい位置って。逆に今度はちょっと向こう行ったら危ないからやらないけど、つま先上がりで構えた時って、球めちゃくちゃ遠くなるんですよ。このぐらいとか構えやすい位置というよりも素振りでチェックしないと、どこにクラブが通るか分かりづらいんですよ。だから、これはね、ドライバーも一緒です。ティーショット打つ時も、ティーグラウンドでちょっと地面を触って素振りして、で、ちょっとドライバーがさっと地面を触った場所にティーアップするんですよ。ティーアップすると、なんか思ったより近いなとか、思ったより左だな、右だなってあるんですよ。平らな時もね。はい。それはその日の調子とかでも変わるんで、じゃあラウンドに行った時に全部のクラブ、打つつもりで素振りして、ちょっと地面を削って、まあターフドーンと取ったらね、目土しなきゃいけないけど、じゃあもう昔はそのパターンでやりますね。ちょっとこれはマットだから見えないけど、素振りでそこ振ったわけですから、もはや球当てようと思わなくてもいいですよね。ほんまやったら当たるってこと？そう、勝手に当たる。のはず。はい。あとは勇気を持って。はい、同じことをすればいい。同じことをしちゃう。はい。そうです。わあ。芯に当たりましたね。はい。すごい。すごい。から素振りをする。ちゃんと意味持ってする。そう、意味を持ってする。まあ体もね、イメージとか体の使い方とかもありますけど、クラブが通る場所の確認をする。もう一つ質問いいですか？はい。素振りをしてる時にラウンド中にね、何回素振りしても、地面にこう擦らない時があるんですよ。ありますね。あれはもうするまでできれば
素振りする。はい。地面にクラブが届かない時って、アドレスでハンドアップに構えてること多いんですよ。ハンドアップっていうのはこうですか？要は、こう違う間違ってる。ごめんなさい、そうなんだけど、前傾角度が、お辞儀の量が足りない可能性がある。こう。はい。こう、立ってるから。そうです。立ってると、クラブ届かなくなるんですよ。で、手に力も入りやすくなります。ちょっとこう、お辞儀して、ダフりそうな気がするかもしれないですけど、ちょっとお辞儀を深くすると、まあ、結果的に手が下がりますよね。勝手に下がるから。はい。だからハンドダウンですよね。はい。まあ、手で説明してますけど、体の角度です。ちょっとお辞儀を深くして、深くして、はい。OK。絶対する気がする。絶対届きますね。絶対する。通った場所を覚えておいて、はい。ちょっとでもなんかさっきより後ろになった。素振りのつもりで打つ。はい。こうか。たら前傾角度の可能性があるってことですね。なるほど。いろんなこと考えないとダメなんですね。可能性が。ちょっとお辞儀深くして、で素振りでしっかり。反らなかった。だからもう一回するまで。なんかお辞儀深くするのすごい怖いですね。手をそうですね。前傾角度は浅い人めっちゃくちゃ多いです。立ってるっていうこと。立ってる。起きてるとデメリットが結構あって、スイング的にはね、気持ち悪いけどお辞儀した方がいいですね。はい。スイングのバランス良くなりましたね。頑張りました。頑張りましたね。はい。素振りもたくさんやった。めっちゃやりました。毎日素振りだけは毎日やった。ほぼ毎日やりました。明らかに良くなってます。ありがとうございます。それは周年で忙しかったんでしょう。練習する約束したから今回は守りました。頑張った。頑張りました。OK。うわ。スイング良くなってます。ちょっとヘッドスピードも上がってる感じ。本当ですか？当たったら飛んでるかもね。なんかよくわかんない距離になりました。よくわかんない距離になった。ラウンドで飛びすぎちゃうってこと？いつもだったら P だから、P を打ってもなんかオーバーしちゃうとか、長いクラブは分かんなかったけど短いクラブが合わなくなりました。あら、短いクラブから飛び始めるんですよね、これね。そうなんですか。短いクラブって手で振れば振るほどロフトが開いて上に飛んじゃって飛ばないですね。ちゃんと体で打てるようになってくるとロフトが立ってくる。体が開いてくるとね、ちょっとロフトが立つと短いクラブから飛んでくるから、そのままヘッドスピード上がってくれば長いクラブまでね。今じゃあいい状態に進んでいってる感じ。そうです。いい状嬉しいです。態になっております。嬉しいです。じゃあこうやってなんか連続してパカ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 打ったらダメっていう。それはそういう練習やってもいいですけど、ラウンドに向けて精度上げようってなったらそれだけじゃ困るかな。連続して球打って失敗した時に、今のこうなったから次こうしたらいいみたいな一つ前のフィードバックして打てちゃうじゃないですか。ラウンドじゃできないじゃないですか。だからちょっと実践的じゃないかもしれない。分けた方がいいですね。ポン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 打つのもありです。結構連続打ちって悪くないですよ。例えば別に1球ごとにコースのつもりでこの1球を成功させようと思うルーティンを守る。まずちゃんとで、前に倒れて力抜いて。思ったよりやっぱ後ろやね。ね、目標が70代出そうって言ってね。なんか長い道のりですもん。10年ぐらいかかるんじゃないかな。いやもうこれは目指さなきゃ。OK。めちゃくちゃいいです。はい。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一応70代目指すって言って、これ誰かが言ってたんだけど、目標をね、決めると。その砂漠を歩いて出ると。迷ってる時に、北極星見て歩くと。そっち向かって歩けばいつか出れると。で、目標は北極星と。だけど、北極星にはつかないじゃないですか。歩いてもね。まあ、そっちに向かってコツコツ頑張る。ちょっとこのアドレスのね、素振りしてやるっていうのも、皆さんもやってみてください。ぜひこれはね。なんか素振りしてたんですけど、なんか地面に当たらなかったり、余計不安になるから、これ何のためにやってんやろと思ってやってました。まあそれもいいですね。ちゃんと素振りした方が不安になってうまく当たらないからやめとこうっていうのも作戦の一つです。それはありですね。ですけどまあ球の位置がねおかしいととんでもないショットが出るんでいいスイングしてもね。はい。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。